皆さんこんにちは。Hi guys! 朝日奈もねです。では、インバーテッドエンジェル続きを遊んでいきます。前回のあらすじは、お家の、インターホン越しに話してる女の子、正体は分からずじまいなんですけど、ちょっといい雰囲気になっていたところに、大家さんが突然現れて爆弾投下。違う女を家に入れてたよねっていう一言で彼女が、もう劣化のごとく怒り狂って名前と住所を教えてくれと、今詰め寄られている、そんなところです。このスマートフォンのメッセージは、大家さんからだと思われます。では続きを見ていきましょう。さっきはごめんなさいね。大丈夫そう？煮込みバームクーヘン作りすぎちゃったんだけど、煮込みバームクーヘンとはもうボロボロじゃん。どういうこと？彼女と仲直りに一緒に食べる？おっと、タイミングもチョイスもナイスだ。誰から？もう通知音は当然のようにすべて聞かれているらしい。大家さんから。煮込みバームクーヘン余ってるから食べるかって。君ほんと好きだよね、それ。でもいいね。私も食べたい。やっぱり好物の話一つとっても、窮地の中のような言いぶりだ。いずれにせよひとまずは話をそらせそう。大家さんの部屋教えてくれたら、私が受け取ってこようか？わかった、ありがとう。彼女を大家さんのところへ行かせて問い詰めたりしないだろうか？いや、するだろう。ちょっと待って、まずいんじゃないこれ。行かせていいのかな？いやー、もうさすがに考えすぎだろう。じゃあ、そう返信するね。ただし、今やるべきことは、彼女自身にも大家さんにも不審に思われない範囲で彼女の素性を探ってもらえるようなお願い。そうだよね。でも大家さんが知ってるわけないじゃん。あの話しぶりだと。ありがとうございます。いただきます。彼女が取りに行くって言ってます。はーい、玄関先で待ってます。夜遅いし、おもてなしはできなくて悪いけど、ついでにこっそり彼女が自分のどこを好きなのか聞いてみてもらえませんか？なるほど。彼女の本心がわからなくて、このぐらいが彼女にも大家さんにも怪しまれない精一杯ではないだろうか。さっきのことがあるから今回だけは協力してあげるけど、そんなこと自分で聞きなさいな。そんなんじゃうまくやっていけないからね。はい。さっき爆弾投下したね、ちょっと。そこの、お礼としてちょっとやってもらいましょうか。確かに旗から見れば、どっちが不安定な恋人なのかわかんないな。ずいぶん長い返信だね。ごめん、今送った。深淵を覗くときだよ。こうやって喋ってるときと違ってさ、メッセージを送るときはいっぱい考えられちゃうし、なのに表情とかも見えないし、受け取るのも送るのも深く悩んじゃうよね。そこまで思い悩みはしないけど、でも私もメッセージは結構送るの時間かかるな。ポンポン送るよりは考えちゃう派かもしれない。でもなんかそれは邪推してとかじゃなくて、文字だからちゃんと伝わるかなとか、そういう意味で考えるかな。なんか他の意味合いで捉えたりしないかなとか。程度は人それぞれだとしても、顔を見て喋るときと比べたら大なり小なりだよ。確かに自覚していないだけで、そういうものかもしれない。彼女がそんな話をしたシーンは、顔を見て喋ってるのに読み取れなかったけど。じゃあちょっと行ってくるね。どこにも行かずに、おとなしく待っててね。どこにも行かないって。行ってみただけだよ。私が買い物行ってる間も、ドアも開けずに待っていてくれたんだしね。なんで知ってんの？今の状態だと逃げるわけにもいかないから仕方ないのだけど。今の状態だとどこにも行きようがないって理由もあるかもしれないけどね。まだフラフラしてるだろうし。まさか、このウイルス自体の感染源が彼女とかそういうサイコスリラー的な、なんか SF 的なオチはないよね。そんなゲームじゃないか、こんなふわふわした感じで。心を見透かされているのかと思った。心臓に悪い。彼女からは時々、こちらの心中を読み取られてるかのような錯覚を覚える。じゃあ、
大家さんの家、部屋、教えて。ほにゃらら号室だよ。わかった。ありがとう。大家さん無事だといいけどな。思いがけず少し考え事をする時間ができたな。さあ、推理パート来たよ。そろそろ彼女の素性について、少しでも踏み込める行動を自分から起こしたい。コンビニから帰ってきてからの彼女とのやりとりには、引っかかる点があった。いや、引っかかるのは彼女が来たことから全てではあるのだけれど、そうではなく、状況と矛盾しているとか、知っているはずがないことを知っているとか、これはあったね。弟さんのこと、自分が知らないのに彼女が知ってるなんてありえないでしょ。いや、違う。どうしよう、今もう一つの可能性を思いついちゃったかもしれない。弟の彼女弟の元カノ？いや、弟の元カノ？いや、まさかそんな。ちょっと先に進もう。ありえないとまでは言わないけど、自分が疑問にすべきだと感じる点は何だろう？違和感は輪郭を与えられて初めて、あなたの世界に影響を与える。あなたにとって重要な違和感から入力してください。もうこれはわかる。今もうはっきりしたもんね。因果率の向かう方向が定まった時点で、入力は終了します。あれ？打たないのかな？あった。もう入力。弟の、職業を知っていた。これでしょ。弟の職業を知っていた。これだよ。弟が南極観測隊に選ばれたことを知っている。はい。弟が南極観測隊の隊に選ばれたこと、なぜ彼女は知っていたんだ？自分の個人情報とかだけじゃなくて、自分も知らないことまで知ってるなんて。しかも南極観測隊の情報って公的情報のはず。そっか。ってことは弟の元カノという線は消えた？単純にあれかな、博識なだけ公的な情報も抑えてる。博識なだけかな。あれ？いや、もういいや。ちょっと先行こう。とりあえず本当なのかどうかは本人に聞いてみようかな。弟にメッセージ送ってますね。南極観測隊に選ばれたって聞いたよ。うん。半年先から再来年まで。でもなんで知ってるん？まだ、隊員の名簿、公表されてないけど。これ弟の元カノじゃない？だって、公表されてない情報だけど、弟は把握しているってことは、弟からしか直接知り得ない情報でしょ？弟の友達か、弟の関係者だよね。でも、弟の友達にしては、バイト先であった出来事を知ってたりとか、知りすぎてるよね。主人公のことも。主人公ってもだって、ね、なんちゃらパーク遊びに行くような、年パス使って遊びに行くような深い仲なんでしょ？ってことは、もしかしてあれかな？どうしよう、わかったかも。付き合ってた彼女が弟の元カノって分かって記憶が爆発して消えちゃったんだ。だから覚えてないんじゃない？ショックすぎて。それだ。公表されてない。じゃあ彼女はどこからそれを知ったんだろう？これもう絶対そうだ。付き合い始めた彼女が弟の元カノだと知って衝撃で記憶喪失になったんだ。絶対そう。過去の知り合いなら自分の身辺のことぐらい知っていても当然だと思っていた。でもそんな公的な情報まで知ってるのは、ただ親しいだけでは説明がつかないんじゃないか。それともそんなことも知り得るような人のことを自分はなぜか思い出せないのか。ほら、やっぱそうだ、記憶喪失だ！
彼女がどこからそんなことをしたのか、踏み込んでみるべきだろうか。いやでもショックすぎて記憶を失ってるってことはもう知らない方がいいんじゃないのこれ。彼女はさっきむしろ自分がそれを知らなかったことに驚いてるようだった。ほらやっぱそうだ。もう待って、モノローグを読めば読むほど自分の推理が当たってることが分かっていく。怖い自分の想像力が。それが演技でないのだとしたら、彼女と自分の関係を探る取っかかりも得られそう。いやもう分かったから答え入力させてほしいな。でも自分が彼女に何らかの疑念を持っていることは伝わってしまうかもしれない。いずれにせよただおしゃべりを続けているわけにもいかない。彼女に踏み込むべき疑問があるなら、こちらから行動を起こさなければいけない。医師は行動を決め、意味や関係性の全体像として浮かび上がる。あなたの意思は物語の因果率に影響を与えました。お、また何彼女への疑念にこちらから踏み込むと覚悟を決めた。聞くかー。いよいよ聞いちゃうかー。やることはただ質問を一つするだけ。それにもかかわらず心はどこか落ち着かなくて、気を紛らわすために再び窓の外を見ていた。まあそりゃそうだよな。だってショックすぎて記憶を飛ばしてしまうってもうどんな衝撃だったんだろう。てかなんで何がどうなって、ただそれだけで記憶で飛ぶものなのかな。通りに人影はすっかり見えなくなっていた。風一つない静かな夜だ。自分にはそれが嵐の前の静けさのように思えてならなかった。時計の針はまだ日付もまたがずにいる。時計に目をやった拍子に荒れ果てた部屋の中で役目を終えたカレンダーを見つけた。カレンダーをめくった先ではクラブで EDM を楽しむモグラが描かれていた。どんなカレンダーだよ。去年受けた授業でモグラ園の招待券を配布されて時間を持て余した勢いで訪れたのだ。このカレンダーはその出口でご自由にお取りしたもの。自分を含めて人々が一般的に想像するモグラは大抵はアズマモグラか神戸モグラというらしい。どっちも知らないな。実はモグラと呼ばれる生き物にはもう一つヒミズと呼ばれるものがいる。何これ急にモグラの話はこんな掘り下げて。モグラ園って本当にあるのかな。ヒミフと書いてヒミズ、あらずのずだからってことか。他のモグラよりも地下深くで暮らしていて日を見ることがほとんどない。だから自分の中のモグラ像にもその姿がなかったのかもしれない。ヒミズは他のモグラより二回り小さくて土を掘るには頼りない手をしている。というのはモグラ園に行って初めて知ったことだ。そこにある違いを一度知ることは世界の解像度を上げることかもしれないし、今まで区別していなかったものを区別する道具を手放せなくなることかもしれない。このカレンダーの上で踊っているのはモグラではなくアズマモグラだ。我ながらあの訪問者の好きそうな言い回し。そういえばあのモグラ園には誰と行ったんだっけ。いややっぱそうだよ、あの子と行ったんだよきっと。でそのモグラ園でもう絶対そうだ、あのモグラ園で実は弟と付き合ってたんだよねみたいな話をされてショックで記憶飛んだんじゃない。絶対そうだよ。あーもうやだ怖いこれどうなっちゃうの。ただいま。受け取ってきたよ。買い物袋に飲み物とかと一緒に入れておくね。うんありがとう。私が早く戻ってこなくて寂しかった？モグラの DJ を楽しんでたよ。摂取したのは本当にウイルス？行間を削ぎ落としたことであらぬ誤解を招いたようだ。そうだよ。会話が成立してませんね。自分、いや単にそういうイラストを見ていただけだよ。女性、そういうイラスト？前にモグラ園に行ってそこでカレンダーをもらったんだ。自分、そこにフロアで踊ったり DJ したりするモグラのイラストが描かれてて。女性、そうなんだ。そういえば言ったね、モグラ園。ほらーやっぱそうだ、この子と行ったんだ。
で、そこで発覚したんだ、絶対。で、彼女もなんか動揺してるじゃん。そっから記憶がなくなったんじゃないの？そんなカレンダーをもらった気もするけど、イラストまではさすがに覚えてないや。まあ、幻覚より理解できることでよかったよ。自分、言葉足らずだったよ。ごめん。女性、本当に言葉足らずだね。自分、でも君も難しい話をこっちが知ってる前提で喋ってたじゃん。こっちから聞かないとわからないことも君の話にも結構あったよ。女性、そう言われると確かにね。まあ自己弁護のために言うわけじゃないけど、自分が何を知らないかを想像するよりも、他人が何を知らないかを想像する方が難しいっていうのはよくあることだよね。まあそうね。そこをうまく想像して補って話せる人が、思いやりがあって思慮深い人って言われるんだろうね。彼女は彼女はまた何かややこしい話をしようとしてるようだ。一方で、彼女の雑談で自分の行動を先延ばしできることにどこか安心していた。思いのほか、自分は彼女への疑念に踏み込むことに物おじしていたらしい。なんかわかるようでわからないな。じゃあ例えば、私と君がデートの予定を電話で相談しようとするじゃない？しないが。しないがってなんだ？行き先は銀の江温泉にしようよ。ほら、私って温泉好きじゃん？知らんわ。なんか急に冷たいな。やっぱあれか。事実をちょっと思い出しかけて、疑念とはいえね。ちょっとあれなのか。冷たくなっちゃってる。知らない女性。そしたらお互いに周辺の観光マップを検索するでしょ？でもその時、私と君は違うサイトにたどり着いて、お互い別の地図を見てるって知らずに喋り始めるの。例え話だし、サイトの URL を共有したらいいじゃんとまでは言わないけど、それでも別の地図を見てたら普通は気づくんじゃないかな。女性。もちろん、全然違う地図を見てたら簡単に気づくと思うよ。例えば君が駅前のファミレスに寄ろうって言ってるのに、私の見てる地図には駅前にファミレスがなかったら、私は自分の地図に情報が足りないってすぐ気づける。そうだよね。もうそれそうだよね。女性。でもそれに気づいた私が何も言わずにファミレスの載ってる地図を検索し直したら、君は私が実は違う地図を見ていたってことに気づけないよね。なんか怖いな。そうだね。話をうまく合わせられたら、気づくことにも気づけなくなるよね。それは確かに。まあ確かに。何も言わずに話を合わせられたら、違う地図を見てたなんて思いもしないかも。女性、それが他人が何を知らないかを想像する方が難しいってこと。自分が知らないことは自分が知ってることの穴から気づけるけど、他人が知らないことはまず他人が何を知ってるのかを想像してから、さらにもう一歩想像を重ねないといけないからね。なるほど。彼女の話を理解しながらも、彼女の話は理解しながらもどこか引っかかるものがあった。この話は、まるで。待って。私、あれかな？まだ間違ってる？間違ってんのかな？本当は違うってことかな？今の話のくだりだと、私が抱いてる疑念は違うってこと？もっと言えばさ、違う地図を見てることにすら気づけないこともあるよ。彼女が話の続きを広げ始めたことで自分の違和感は覆いかぶされた。そんなことあるかな？さっきみたいに片方の地図にだけ明らかに不備があるんじゃなくて、どっちの地図にも駅前のファミレスが載ってるとするじゃない？君はそのファミレスから信号の方に向かえば、レンタカー屋さんにすぐ着くねって言うの。なのに私は、信号の方なんかに行ったらむしろ遠回りじゃんって言ったら？まあそうだね。どっちかが地図の読み方を間違えてるか、勘違いしてるか、だよね。そうだよね。でも本当は駅前にはファミレスが2つあって、
お互いの地図には片方ずつしか載ってなかったの。だからお互いに相手が何を知らないのか気づけない。まだ情報が不足してるはずだから真実にはたどり着けてないってこと？なんか引っ掛け問題みたいだけど。地図の読み方を間違ってないし、どっちも正しい情報を持ってるからこそ、自分と相手だけが知ってるファミレスの2つがあることに気づきにくかったってこと？そういうこと。相手はこのファミレスの存在を知らないってことが想像できれば、君と私は喧嘩しないで楽しくデートの計画が立てられたのにね。立てないが、デートの計画を心の中で否定しつつ、それはそれとして、彼女の話にも疑問が浮かんだ。でもさ、それって他人が何を知らないか想像することの難しさなのかな？どういうこと？この話はそれ以上に自分が知ってるつもりのことを疑う難しさを表してる気がするよ。自分が知ってるつもりのことを疑う難しさ。まあそうだね。この話で自分が気づかなきゃいけないことは、相手はこのファミレスを知らないじゃなく、自分は相手が知ってるファミレスを知らないってことじゃないかなって思うよ。あれ？そうかも。そうなのかな？彼女はここまでのような歯切れの良い切り返しを見せず悩んでいるようだ。そうかもしれないね。私の直感には反するんだけど、今すぐには答え出せないかな。自分、まあそれだけ分かり合おうとするのは簡単じゃないってことだね。女性、そうだね。難しいね。自分、今の話は実体験なの？女性、私が誰かとデートの約束をした時の実話だと思ったの？勝手に過去を想像して嫉妬するなんて余裕ない感じで良くないよ。待て、どの口が言う？さっきまであんなちょっと他の女の影が見えただけで、なんかもう怒り狂いそうになってたのに。どの口が言ってるんだ？彼女はさっきの大家さんとの会話をやっぱそうだよね。思うことは一緒だ、主人公と。棚の上から今すぐ引きずり下ろすべき。コミュニケーションの難しさを感じるためのそういうゲームがあるの。違う地図を見ながらお出かけの予定を考えるっていう。へー。なんか面白そうだな。そんなゲームがあるんだ。彼女の素性のヒントになるかと聞いてみたけれど、どうやら本当に実体験ではなかったらしい。君とお話ししてるといっぱい発見があって楽しいよ。まあそういう話は楽しいだろうね。彼女の話は一段落したらしい。こうして自然と会話をして天津さえ喜ばれていると悪い気がしないせいで、このままでは気づかないうちに取り込まれてしまう気がした。そうなる前に自分も彼女の素性に踏み込まなければならない。まだモニターに映っているのは波風一つない穏やかな夜。何？いよいよ覚悟を決めた。ちょっと待って、どうしよう。弟の彼女。これさ、聞いたら後戻りできなくない？君、弟の彼女元カノでしょって言ったらさ、取り返す、なんか、私のこと忘れてたのってなんかなりそうじゃない？いやでも、うまくごまかせるかな？いや、彼女なのは覚えてた。でも弟の元カノってことは、ついさっきまで記憶失ってたみたいな、そんななんかそんな都合のいい記憶喪失許されんのかなこのゲームの中で。ちょっとやってみるか。彼女に疑念を持ってることが伝われば、ここまでのように穏便ではいられなくなる。それに返答次第では、彼女はただの自称恋人ですら済まなくなる。ウイルスのせいか緊張のせいか、額に熱が溜まっているのを感じる。ねえ、さっきの話なんだけど。何？どの話？弟が南極観測隊に選ばれたって、誰から聞いたの？なんでそんなこと聞くの？いや、自分も知らなかったし、どうやって知ったんだろうって思ってさ。それは当たり前でしょ？私が知っててもおかしくなくない？
これは間違いない。もう弟の関係者だから知ってて当たり前じゃない。でも、これ開き直っていらっしゃる？おかしくなくないって、開き直ってるってことはもう、やっぱそれで、ファイナルアンサーか？でもなんかそれって逆ギレじゃない？なんで怒ってくるの？こっちに。どういうことだろう？自分の印象では彼女はごまかしているのでも、話が通じていないということでもなく、本当に何が疑問なのかわからないといった様子に見える。単に彼女の頭が不思議なだけかもしれないけど、この態度は本当にそれだけの理由なんだろうか。なんだ、違和感がありすぎる。というか、逆に何が不思議なの？いやさ、実はさっき弟にお祝いのメッセージ送ったら、名簿はまだ公開されてないのにって弟も驚いてたから。名簿って、極地研究所のサイトに出てるやつだよね。ちょっと検索してみようかな。ごめんね。ちょっとだけスマホいじってもいい？もちろん、お構いなく。これ出てんじゃないか、これやばい。これ間違えた？ありがとう。すぐ何でも調べられる時代だとさ、少し調べただけで分かったつもりになるのもダメだけど、だからって気になったことを調べなくなったら人間終わりだって言ってたよ。誰か有名な人が？私の大学の友達。待って。この言い方ちょっと引っかかるぞ。私の大学の友達ってことは、少なくとも主人公とは違う学校なんだ。じゃなかったら私の大学のって言い方しないもんね。それこそお互いが知ってるはずのないこと想像できるだろう。他人が何を知らないのか想像するのも自分が知ってるつもりのことを疑うのも難しい。さっきの彼女との会話はまるで今この状況を指し示してるかのようだった。気になったことを調べなくなったら終わりか。自分も今のうちに何か気になったことを調べてみようかな。っていうかさ、彼女に聞く前に本当に名簿に載ってないか調べればよかったのに。おっと、この物語特有の意味がありそうなワードを調べられます。何調べよう。何がいい？これ。どうしよっかな。ちょっとバックログ見たいな。ここで調べるべきなのは、気になったことか。かつ、調べてわかるようなことってこと？私も極地研究所のサイトとやらを調べた方がいいのかな？ちょっと調べてみるか。ね、もしこの後、サイト載ってたよとかって白切られても嫌だしね。極地研究所のサイト。検索結果がありません。この物語特有の意味があるワードではありません。あれ？もっと別なこと調べた方がいいんだ。なんだろう。なんだろうな。南極観測隊とか？南極観測隊。あ、ダメだ。あれ？このぐらいでいいかな。あ、もう結局わかんないから育児としたらなんか、検索せずに終わっちゃった。あれ？本当だね。弟さんの乗ってる南極観測隊の名は見つからなかったよ。ちょうど彼女の方も調べ物の気が済んだところだったらしい。でも、それならまだその話は済んでない。今が優位に立つチャンスだという気もするし、そうでなくても彼女の態度も気味が悪い。ねえ、だったらやっぱりおかしくない？え？何が？公表されてもないようなことなのに、どこでそんなこと知ったの？どうしてそんなにこだわるの？別に大したことじゃないじゃん。大したことじゃなくないよ。
普通はわからない。しかも家族のことを知ってたらちょっと怖いよ。ちゃんと説明してよ。何その言い方。なんで責めるの？帰ってくるところ見張ってたり、なんか変なことしてるように思えるよ。だって、そんなのまるでストーカーみたいじゃん。なんでそんな言い方しちゃったの？直接的な。ダメだろう。さすがに。なんでそんなひどいこと言うの？私だって怖いんだよ。どういうこと？私だって怖い？やっぱ未来から来た彼女？何を言ってるんだ？本当に大丈夫なのかなって思って、でも我慢してるんだよ。私は君のためにやってるのに、そんな風に言わないでよ。いや、そんなつもりじゃ。そこまで言うなら君だって少しくらい顔見せてよ。本当に感染を気にしてるの？私、せっかく来たんだよ。続きだってまだなのに。続き？何続きって。彼女の中で何かが割れて、まとう空気が異様なものに変わったように思える。あれこれ弟の元カノ説は消えたかな？未来から来た彼女説？感情のアクセルを踏み込んだような表現ぶりに恐怖を感じる。ちょっと落ち着いて。急におかしいって。おかしくなんかない。何がおかしいの？彼女が反響乱気味にドアを叩く音がまるで自分の信用のようだった。いきなり話を合わせて落ち着かせる状態ではなくなってしまった。さっきまで普通に話していたのに、何が彼女を劇場に駆り立てたんだろうか。いや、私の一言でしょうよ。でも、どうせ慰めてやり過ごすばかりじゃ拉致が開かない。彼女の視点からすると、彼女自身ではなく自分に何か問題があるらしい。何か自分におかしいところがあるだろうか。それに結局彼女はどうしてまだ情報が公開されていないにもかかわらず、弟が南極観測隊に選ばれていることを知ってるんだろう。あなたにとって重要な想像から入力してください。想像に困った時は、彼女は恋人だと考えることもできます。それってなんか自分をそう思い込ませるってこと？いやー。いやでもこっから考えられるのはでも、やっぱり弟の関係者ないしは時間軸が別なところから来たってことしか考えられない。ストーカーでもさすがに公的情報は知らないでしょ。詐欺師とか？何のために？詐欺師？なんかその線もあり得るのか？何のために？でも、待って、混乱してきた。今、私の中で3択になっちゃったよ。弟の彼女説、元カノ説。1、弟の元カノ。2、未来から来た僕の彼女。3、詐欺師。でも、ちょっと待って。ログ。急に起こったタイミングってどこだったっけ？そうだ、公表されてもないのに、なんで知ってるの？怖いって言ったら怒り始めたんだ。で、ストーカーみたいって言葉に怒ったってことは、でも、私だって怖いんだよの意味がわかんないんだよな。怖いけど、あなたのためにしてるってことだよね。その怖いって何？ストーカーだってバレて捕まったら怖いって意味かな？それとも、未来から来たけど、元いた世界に戻れなくなるかもしれないとか？
未来が変わらなかったらと思うと怖いとか、なんかそういうペナルティ的なものを恐れてるってこと？弟の元カノで怖いは意味わかんないよな。なんで弟が怖いってことになっちゃうもんね。それは違うか。じゃあ、二択？未来から来た説か、詐欺師か。ただ今まで詐欺師っぽい、なんかあったっけ要素って。開けてよって言われたけど、すんなり引き下がったし、別になんか要求されてるわけじゃないしな。でもちょっと博識なとこがまたなんか詐欺師っぽい感じではあるんだよね。まだ未来から来たかな。そんな詐欺師なんてオチはないだろう、さすがに。だって今のところ何か要求されてないからね。じゃあ行こう。未来。それかパラレルワールドって線もあんのか。別次元から来た彼女。別次元から来た。別次元、もしくは、未来から来た。こうじゃない？別次元もしくは未来から来た。だから、自分のこともよく知ってるし、弟の、まだ公表されてない事実も知ってるし、そんでもって、ここに来ることが怖い。何か危険を冒してるってことだから。どう？これはあなたの意思を含んでますか？彼女は未来から来た。はい。突拍子もない話だけど、まだ公開されてない情報を知ってるのは、未来から来たなんて可能性もあるだろうか。でも、そんなことが本当にあり得るかはさておいても、そんな相手なら自分の知り合いではないはず。でも、覚えてないんだもんね、自分。一方的に、向こうが知ってるだけだから。あなたが満たした器の色では、進行できない因果率。間違ってるってこと？なにどういうこと？別な答えを入れなきゃいけない？じゃあ、二つ目の選択肢？詐欺師？いや、詐欺師よりもずっと提唱してきた弟の元カノ説にしよう。弟の元彼女。弟の元彼女。いや、あまりしっくりこない。ちょっと待って。全然見当違いだったってこと？嘘。もう彼女は恋人かストーカーか、どちらかに決めつけてしまってもいいんだろうか。いや、それはダメじゃないか。でもストーカーもでもありえんのか。そうか、ストーカーでもいいのか。公表されてない情報をなんで知ってるかってとこはちょっと、まだよくね、ストーカーにしてはハイレベルな気もするけど、でもそれ以外のことには合点はいくよな。捕まったら、危険だから怖いんだよって言ってたのも、頷ける。自分のことやたらしてるのも頷ける。急に怒り出したり彼女って言い張っているのにこっちが記憶ないのも頷ける。ストーカーか？いやー、ストーカーかな。じゃあストーカーでいくか。もともとね、ちょっとなんか、その節はあったしな。彼女はストーカー。本当にいいのかな？これ絶対バッドエンドなんない？ストーカーなんて言ったら。だって、ストーカーって言ったら怒り出したのに。ということで、ちょっと今日はここまで。彼女が本当にストーカーと断言できたら、続きをいきたいと思います。ちょっとバックログ読み返したいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次の動画で確信に迫りましょう。バイバイ。怖い。なんか事実を知るのがちょっと怖い。